富士フィルム XT50。あのお花入れたいな。違う、ごめんなさい。あのマンションでした。看板が出てない。あ、マップまだ頭入ってないじゃん俺ら北海道民って絶対お前うんこで覚えてるじゃんみんなでさ半次郎行かなかった？あそこの半次郎。はい、ということで A&S でいい靴を購入できたところでですね、店員さんにですね、美味しいお店ありますかと聞いたところ、ジェイズベンダー、はい、というチーズチキンオーバーライスのお店を紹介していただいたんで来ました。はいね、しかもこれ屋上があってマジで天気いいの、マジで綺麗でさ、屋上でちょっとランチでもしましょうやということで、いただきます。うん、うまっ。アメリカンだね。確かにこれもう一個大きいサイズでも食べれるかも。うますぎるから。ということで、せっかく原宿らへんに来たので、帰り際に散歩とお買い物でもしようかなと思いまして、今ここはですね、住所的には渋谷区神宮前なんですけど、ここから、原宿駅に行く間のちょっと僕が好きな雑貨屋さんとかギャラリーとか寄りながら歩きたいなって思っていて、で私の愛用機富士フィルム XT50、 これを持ってきたので、ちょっとカメラを持ちながら散歩していく動画を撮っていこうと思います。ではとりあえずジェイズベンダーの紹介は終わり。またみんな来てみてね。1個前の動画ですね、スニーカーを無事ゲットしましたので、このスニーカーを履きながらカメラを持って原宿の街をちょっとねお散歩しようかなというふうに思います。一応今日のスタイリングをまずは上からあつやんさんっていうさ、あつやんですっていうインフルエンサーさんがいるんだけど、そのガジェット系のあつやんさん出しているジョコンドっていう部屋着ワンマイルウェアみたいな感じなんですけど、綺麗めなのでこれをトップスに楽に着ているのと、カルバン・クラインのジーンズに先ほどゲットした OAO のビブラムソームのスニーカーですね。ありがとうございます。ちょっとシンプルすぎるのでちょっと無名のアクセサリーをつけちゃったりとかして、今日のスタイリングで歩いていきたいと思います。俺もねあんまり来ないんだけど、私の Google マップたくさんピンが立ってるので、ちょっと好きな雑貨屋さんとかを目的地にしつつ、いい風景があったら撮っていこうかなと思います。早速お花があるから、マジでいい天気だね今日。今日行かないんだけど、あっちになんずかアンダーグラウンドっていうギャラリーがあったりとか、結構暑いんですよこの辺。まずは雑貨屋さん行こう。フークっていうね、知る人ぞ知る系のお店があるので、そこに行こうかなと思います。遊びシステムの事務所ってここにあるんだね。暑くね真夏の外ロケとか無理だね。北海道民としてはもうちょっともうこれで夏だもんね。かわいいお花と手打ちそば、いいですね。やっぱカルチャーの街ですね。そこら辺で紙タバコ吸ってる兄ちゃんがいたりとか激アツな街ですね渡ります。なんかみんなおしゃれだね。いい陰影があのお花入れたいな。
うん、やっぱ太陽が出てるといい写真撮れるよね。曇りの日いい写真撮れると思う人結構苦手なんだよ、曇り。曇りで光が拡散させてるからさ、表情とかは意外と光が直接当たるよりは撮りやすいっていうのがあるけど、コバあれだよね、ウェディング系の写真とか撮るんだもんね。映像が多い。映像か。電線がもったいないけど、消火栓やたら高くない？消火栓本当だこういう時はちょっとクロップして、今 35mm のこのねレンズがお気に入りで使ってるんですけどちょっと広角で撮りたい時はもう普通にデジタルクロップしちゃいますね。ああいうところもねいい絵がいい感じ。いやこのマンションさめっちゃおしゃれだなっていつも思うんだよね。通るたびに中のやつとかそう絶対いいマンションだよ。建築家っぽい感じ。こっちも可愛いヴィンテージマンション。いいなこんなとこ住みていい感じです。多分、この辺なんだよな。あれ？違う。ごめんなさい。あのマンションでした。おしゃれマンションでした。写真を撮ることに夢中になっていて途切れすぎてました。いいね。いい陰影だよ。まあちょっと店内は撮れないかもしれないんですけど、ちょっとだけお買い物してきます。また花がいい感じ。待って、看板が出てない。Sorry, today is closed. 残念。でもこちらです。普通のマンションみたいなところ、502号室にフークというおしゃれなお店があるので、ぜひ皆さん来てみてください。はい、ということで開いてなかったんですけどね、こちらの普通のマンションに入っている雑貨屋さん、穴場ですので、ぜひ東京のおしゃれたちが集う場所です。フークいいフォーク。OK。じゃあ次は、千駄ヶ谷の方、もう千駄ヶ谷ですね。千駄ヶ谷もなかなかいいお店がいっぱいあるので行ってみましょう。なんかめっちゃ都会なのにさ、意外と閑静で住めるって思うよね。でも家賃高いよ絶対こんなとこ。下手しい、なんかもう表参道とかさ、港区のすごい場所より高いんじゃない？住宅も少ないし。うわいいパース効いてるわ。基本的にはあれ持ってもちごっとフィルムシミュレーションを間違えてました。ボンミスです。プロネガスタンダードで撮ってました。普通は僕はプロビアのいやモノクロではないんだけど、ちょっとスタンダードのネガ版みたいのがあって、基本的には僕スタンダードで撮ってライトルームで編集するんですけど、いいやせっかくだからプロネガスタンダードの日にしましょう今日は。富士フィルムのこのカメラはこの上にフィルムシミュレーションのダイヤルがあるのね。だから気軽に回すだけで帰れるんだけど、逆に言うとカバンの中とかで勝手に回っちゃってる時があって、たまにその露出とかもマイナス3とかで撮ってる時あって暗っみたいな気づかないうちに。
あそこの中華屋さん知ってる？結構人気で美味しいんだよ。並んでますね。これは結構たまに来ますね。麻婆豆腐うまい。でもお店の名前ちょっと読めないです。ごめんなさい。なんて読むんですかこれ。読み方知らないけど好きです。はい。原門にも入りました。いやーおしゃれエリアだよこの辺は。千駄ヶ谷。なんか東京のさマップまだ頭入ってないじゃん俺ら。北海道民って勝手に巻き込んだけどさ、なんか意外とさ北参道とかもすぐそこなんだよね。なんか意外となんか東京って狭いなって思う。全然歩けちゃうから、天気がいい日はやっぱ散歩とかできて面白いよねこの辺の街は。ちょっといい光を求めて、ちょっと店内は無理なんですけど、この天部屋トートバッグで有名なお店ですね。僕も1個天部屋のトートバッグ持ってんだけどいいよ、かわいい。ちょっと見ていくか。はい、ということで店内撮影はダメだったんですけど、天部屋さん一応僕もトートバッグ1個持ってるんですけど、すごく可愛いです。よかったよね。財布も良かったよね。可愛い、あれ可愛い。ここもね可愛い雑貨屋さんなんだけど、また今度にしよっかな。お皿とかキッチン用具とかすごい可愛いですよ。この道優秀なんですよ。優秀ストリート。次は向こうにある Think of Things っていう国用がやっているカフェ兼ギャラリー兼雑貨屋さんがあって、それもこの道この辺来たら絶対寄るとこなんで、ぜひ紹介させてください。国用は本当にデザイナーさんが優秀で、友達もねデザイナーで働いてるんだけどね、マジでプロダクトが最近おしゃれなんだよね。なんかインハウスのデザイナーなのに、なんかもうプロというか個人のアトリエ感のあるクリエイティブがすごいです最近。あそこに太陽が差し掛かってたらよかったね。ピンクの難しいですね写真ってね。このお花すっごい最近見るね。皆さんiPhone の便利機能をお教えします。写真撮るでしょ。でインフォメーションをしたら植物で調べるって出てくるんだけど、ほらツツジ。あ、もう出てきた。そう、写真撮ってこのデフォルトのやつで開いて、このインフォメーションを押すだけで植物が調べられる。ツツジです。さすがに知ってましたか？なんかこっちの人に聞くとさ、ツツジのなんか蜜吸ってたみたいな。あなんかあるあるで聞かあ、ない？北海道でも吸うやつあるんだよね。なんか木の実、赤い木の実食べてなかった？あ、なんだっけあれ。あ、そう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 、よく覚えてね。絶対お前うんこで覚えてるでしょ。そうそうそう、あるあるですよね。あれとかアリとか食べるの人いたよね。アリ食ってる友達いなかった？小学校に。ちょっと苦いでしょ。そうそうそう、お尻のとこが苦いんだよねとか言って、何の強がり。絶対美味しくないから。この道路の青い線がかっこいいね。あ、これ見るだけでもわかる。これクロップするといいな。うん、まあ自己的でしたけど、プロネガスタンダードがどんな色かをテストできるいい機会ですわ。もう少しで
Think of Things に到着します。あれ知ってる？アナクマカフェ。何それ？人がさ顔出さないでさ穴から提供されるの。いろんなコンセプトがありますよね。背中で見えないね。多分熊の手とかで出てくるんじゃないかな。そんなことを言ってるうちに Think of Things 到着です。待って私はスニーカーを買うことでもう運を使い果たしたようです持ってないね。ちょうど定休日引いたね、2つ引いたね、定休日を。まあでもカフェがあって雑貨とか家具とかもおしゃれなんで、たまに展示もやってます。ぜひチェックしてください。悲しすぎる。まあ原宿駅行っちゃいますか。ちょっとコーヒー飲みたくないですか？そこのネスカフェカフェおごります。カメラ回してくれてるんでそういうことしない方がかっこいいんだよねそうなの。飲みましょうか。アイスカフェラテ1点で550円で頂戴させていただきます。ありがとうございます。はあ、涼まりましたね。もう帰るだけなんですけど、あっち原宿なのでもうちょっとカメラを持ちながら歩きましょうか。めちゃくちゃ広かったね、ネスカフェカフェ。すごいね。ネスカフェカフェ？ネスカフェまあいいやネスカフェカフェ。こういう木陰、木漏れ日、いい感じに撮れてるはずです。あ、ここが有名なベビタッピですね。ベビタッピ。あ、マリオカートがマリオカートビジネスマジすごいよな、あれ。この間なんだっけな、新宿からちょっと歩いたところにさ、マリオカートの秘密基地みたいなのあってさ、めっちゃマリオカート止まっててさあいつらはここから来てるのかと思ったそう、アジとかあったの。人がすごいね。コバ覚えてる？俺らがさ、修学旅行だっけかサッカー部の合宿だっけ、なんかみんなでさ、春の遠征でさ東京来た時にさ、みんなで原宿来たよね。一緒に行ったよね。なんかみんなでプリクラ撮ったの覚えてんだよな。プリクラ撮った。サイゼリヤ行ったよね。サイゼリヤ行ったっけみんなでさ、半次郎行かなかった？あそこの半次郎、古着屋さんの半次郎ってあったじゃん。ああ、なんか行ったかもしれない。なんかあっちにあったのよ。もう今はなき半次郎。高校の時だからね、10年以上前だよ。そうだね。もう原宿も変わりましたね超懐かしい。目を輝かせてね、自由時間みたいのがあったんだよね。あ、そう、最終日
で俺とコバともう数人のグループはちょっとおしゃれぶってたから原宿で買い物しようみたいな懐かしいな。最終日の服最終日の服なんだっけ。街に繰り出すはい用の服がめっちゃ気合入ってます。俺恥ずかしい恥ずかしい。そうだったっけ。そんなイメージ。なんか一人だけめっちゃおしゃれ。今思えばめっちゃダサいけどね多分。高校の時からファッショニスタでした私は。おーいい情報ですね。あのヴィンテージマンションかっこいいよね。はいということでフォトウォークしてきました。 A&S から原宿まで空いてないお店いっぱいありましたけれどもおすすめのお店はいっぱい紹介できたと思いますので、ぜひ皆さん近くにいた時は寄ってみてください。あと原宿来たら今日は行けてないけどこの表参道通りっていうの、ここまっすぐ行くとヘイとかシボネとか、あとはモマデザインストアとか、その辺はよく通りますね。見ていきますね。結構夜お店はたくさんあるので、東京の方も地方にお住まいで東京に来た方もぜひご参考までに遊びに来てください。ということで今日の YouTube は終わりです。また来週お会いしましょう。バイバイ。